気が遠くなるほど広い宇宙にはまだまだたくさんの謎があります。今回はなるべくたくさんの宇宙についてのお話を紹介していきます。宇宙100の雑学の旅へ出発しましょう。1、宇宙は無音である。音は空気や水といった媒介を通じて伝わるが、宇宙空間にはそのような媒介がほぼ存在しないため音は届かない。映画で聞こえる宇宙の爆発音はフィクションである。2、宇宙空間には完全な真空状態は存在しない。宇宙はほぼ真空であるが、少量の原子や粒子が漂っているため完全な無が広がっているわけではない。3、地球の大気圏を抜けると宇宙飛行士の身長は最大5センチメートルほど伸びる。これは重力の影響が減少し、背骨の椎間板が膨らむためである。宇宙から戻るとまた元の身長に戻る。4、太陽の光が地球に届くまでにかかる時間は約8分20秒である。太陽の高速は秒速約30万 km だが、地球と太陽の距離は約1億5000万 km あるためこの時間がかかる。5、宇宙は膨張し続けている。ビッグバン以来宇宙は絶えず拡大しており、遠くの銀河は地球からどんどん遠ざかっている。そのスピードは光速を超える部分も存在する。6、火星の1日は地球の1日よりわずかに長く24時間37分である。このため火星探査ミッションのチームは火星時間に合わせたスケジュールで生活することもある。7、宇宙には暗黒物質が存在しているとされ、これが宇宙の質量の約 85% を占める。しかし暗黒物質は目に見えず直接観測することはできない。重力の影響で存在が推定されている。8、土星の輪は1枚の硬いディスクではなく無数の氷や岩の粒子で構成されている。これらの粒子は土星の周りを高速で回っており、その範囲は土星の半径の7倍にも達する。9、宇宙飛行士が宇宙服を着用せずに宇宙空間に出ると急激な圧力の低下によって体液が沸騰する。外の真空状態では血液が沸騰し死に至る。10、ブラックホールは光さえも脱出できないほど強力な重力を持つ天体である。ブラックホールに吸い込まれた物質や光は事実上観測できなくなるため、その内部の情報は現在でもほとんど解明されていない。11、ブラックホールの中心にある特異点とは重力が無限大になる点である。この点の周りでは物理法則が通常の理解を超えるため、現在の科学では詳細が解明できていない。12、月には地球と同じように自転があるが、その周期は地球の自転周期と同じ約 27.3 日である。このため地球からは常に月の同じ面しか見えない現象が起こる。13、宇宙には金星のように逆回転する惑星も存在する。金星は太陽の周りを正の方向に回転しているが、自転は他の多くの惑星とは逆方向である。14、地球から最も近い星プロキシマ・ケンタウリまでの距離は約 4.24 光年である。これは地球から約40兆 km にも相当し、現在の宇宙船の速度では数万年を要する距離だ。15、宇宙の大規模構造と呼ばれるこれらの構造は宇宙の膨張とともに形成された巨大な網の目のようなもので、銀河が集まってできたフィラメントと空洞からなる。16、宇宙最大のダイヤモンドは太陽より25倍も重く地球より5万倍も明るい星 BPM37093 の中心に存在しているとされる。この星は冷えて結晶化し、巨大なダイヤモンドの核を形成している。17、地球の外にも水は存在する。例えば木星の衛星エウロパの下には巨大な液体の水の海が存在する可能性が高く、その量は地球の海よりも多いかもしれない。18、宇宙の温度は宇宙マイクロ波背景放射により約 2.7 ケルビン -274 度セルシウスと測定されている。これはビッグバンからの名残の熱である。19、地球から見える星の数は裸眼で見ることができる限りで約5000個程度であるが、実際には銀河系内だけでも約1000億個の星が存在すると推測されている。20、宇宙の中で最も重い元素であるウランは超新星爆発の際に生まれる。このような爆発は非常に稀で、その強力なエネルギーがウランなどの重元素を作り出す。21、ニュートリノは宇宙で最も豊富な粒子の一つであり、地球を含む全てを透過する能力を持っている。毎秒何兆ものニュートリノが私たちの体を通り抜けているが、ほとんどが無害である。22、
宇宙には宇宙ゴミと呼ばれる人工的な残骸が数十万点以上も漂っており、これが将来の宇宙飛行に大きなリスクをもたらしている。宇宙ゴミの一部は使用済みのロケットや古い衛星から発生している。23ケプラー 452b とは地球から約1400光年離れた位置にある地球型惑星であり、その第二の地球とも呼ばれるほどの条件を持つ。この惑星は地球よりも 60% 大きく、その恒星のハビタブルゾーン内に位置している。24地球外生命体を探索する赤地球外知的生命体探索プロジェクトは、地球外の文明からの信号を検出しようとする試みである。これまでに多くの信号が検出されているが、確認された地球外からの信号はまだ存在しない。25宇宙最速の物体はパルサー回転する中性子星の中でも特に速いもので、1秒間に数百回も自転する。これは秒速数十キロメートルにも及ぶ速度で、地球上のどんな機械よりもはるかに高速である。26タイタン土星の最大の衛星は、地球以外で液体の川、湖、海が存在することが確認されている唯一の天体である。これらの液体は水ではなく、主にメタンとエタンからなる。27宇宙飛行士が宇宙に長期間滞在すると、筋肉や骨の密度が減少するため、定期的な運動が必須となる。国際宇宙ステーション ISS には特別なトレーニング機器が備えられており、地球の重力下での運動に相当する効果を得るために使用される。28ハッブル宇宙望遠鏡によって撮影されたハッブルディープフィールドの画像は、遠く離れた数千の銀河を捉えており、これらの一部は宇宙の始まりに近い時代のものである。この画像は宇宙の構造と進化についての理解を深めるのに貢献している。29マグネターは中性子星の一種で、非常に強力な磁場を持っている。この磁場は地球のものよりも約1000兆倍も強く、強力な磁場が周囲の物質を引き裂くほどのエネルギーを持っている。30宇宙の膨張に関する研究で、宇宙の加速膨張を示唆する暗黒エネルギーの存在が提唱されている。この暗黒エネルギーは宇宙の全エネルギーの約 68% を占め、その性質はまだ完全には解明されていない。31宇宙船は地球外から来る高エネルギー粒子で、これらが地球の大気と衝突すると、シャワー状の二次粒子を生成し、地上や地下の検出器で観測される。これにより、宇宙の深遠な謎に迫る手がかりが得られる。32太陽系の惑星で最も大きな山は火星のオリンポス山で、その高さは約 22km、地球の最高峰であるエベレスト山の約 2.5 倍の高さがあり、広さはアリゾナ州の面積に匹敵する。33約1300光年離れた場所に位置するカリーナ星雲は、星の誕生を活発に行っている領域の一つであり、その壮大な景観は多くの天文学者にとって研究の対象となっている。星雲内部では新たな星が絶えず生まれ、死んでいくサイクルが観察される。34超新星 1987A の観測は、星がその生涯を終える過程を理解する上で重要なデータを提供した。この超新星は、爆発する数時間前に特定の中性子星からのニュートリノが地球で検出された最初のケースとなり、超新星爆発の理論を裏付ける証拠とされている。35アンドロメダ銀河は、地球から見て約250万光年の距離にあり、肉眼でも確認できる。約40億年後には銀河系と衝突合体することが予測されており、その結果両銀河の星々が新たな位置に配置される大規模な変化が起こると考えられている。36宇宙の背景放射はビッグバン直後の宇宙の状態を反映している微弱な電磁波で、この放射は全方向から均等に検出される。この背景放射を詳細に調査することで、宇宙の初期状態や膨張の歴史が明らかになる。37セドナという天体は、太陽系外縁に位置する小惑星で、非常に楕円型の軌道を持っており、太陽から最も遠い時には地球から約936天文単位英雄の距離になる。その謎多き軌道は、未発見の惑星がさらに遠くに存在する可能性を示唆している。38地球上で観測可能な最古の光は、約138億年前のものであり、これは宇宙が誕生してからわずか3億年後の光である。これを観測することにより、宇宙の初期形成段階の理解が進む。39宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士は、地球の時間に合わせて活動するため、
24時間周期で15回ほど日の出と日の入りを体験する。この急速な昼夜の変化は宇宙飛行士の体内時計に影響を与えることがある。40クエーサーは非常に遠い宇宙の領域からの強力な電磁放射源であり、そのエネルギーの源は巨大なブラックホールによるものと考えられている。クエーサーは銀河の中心近くに位置し、その明るさは時としてその銀河全体の光をしのぐほどである。41火星の二酸化炭素氷の極寒は季節によって大きさが変化し、これが火星の気候変動の重要な要因の一つとされている。夏季には極寒が縮小し、冬季には再び広がる。42ボイジャー1号は1977年に打ち上げられた探査機で、人類が作った物体としては最も遠くに位置する。現在太陽系の外側を航行中で、太陽系外縁を越えた星間空間に到達した最初の地球製探査機である。43プロキシマケンタウリ B は地球から最も近い恒星系である。プロキシマケンタウリの周囲を公転する地球型惑星で、その表面には液体の水が存在する可能性があると考えられている。これが本当であれば、将来的な居住可能な惑星候補としての重要性が高まる。44銀河の回転速度のパラドックスは、銀河の外縁部が予想よりも速く回転している現象を指す。この観測結果は見えない暗黒物質の存在を示示する証拠の一つとされている。45太陽系の惑星の軌道面はほぼ同一平面上にあるが、この配置は太陽系が形成された原始惑星系円盤の遺産である。この円盤は太陽が誕生する際に周囲のガスと塵が集まって形成された平面である。46ティタニアは天王星の最大の衛星で、地質活動の跡が観測されている。その表面には峡谷や断崖が存在し、過去には内部からの熱活動による地形変化があった可能性が指摘されている。47天の川銀河の中心には超大質量ブラックホールサソリ座 A が存在している。このブラックホールの質量は太陽の約400万倍にも及び、その周囲での強烈な重力影響が銀河全体のダイナミクスに影響を与えている。48火星の最大の火山であるオリンポス山は、その規定直径が約 600km にも及び、地球上の火山とは比較にならない規模である。この火山の形成は数億年にわたる火山活動の結果であり、現在は活動が停止していると考えられている。49ハリタブルゾーンとは、恒星の周囲の特定の領域を指し、このゾーン内の惑星は表面に液体の水が存在し得る条件を満たしている。この理論は地球外生命体の存在可能性を探る上で中心的な概念となっている。50カッシーニ探査機が送り返したデータによると、土星の衛星エンケラドゥスは表面下に海が存在することが確認されている。この海から噴出する水蒸気が土星のイーリングを形成する原料となっており、地球外生命の痕跡を持つ可能性があるとされている。51太陽系の中で最も温度が高い惑星は水星ではなく、実は金星である。金星の表面温度は約460度セルシウスにも達し、これは二酸化炭素による熱い大気が太陽の熱を効率的に保持するためである。52パルサーは非常に規則的な間隔で放射波を発する回転する中性子星である。これらは宇宙の時間を測るのに非常に正確な宇宙の時計として利用されることができる。53オーロラは地球だけの現象ではない。例えば木星や土星でも見ることができ、これらの惑星の強い磁場が太陽風と相互作用して発生する。54銀河系は約230億個の地球型惑星が存在する可能性があると推計されている。これらの惑星はそれぞれの恒星のハビタブルゾーン内に位置している可能性がある。55国際宇宙ステーション ISS は地球周回軌道上にあり、約90分で一周する。 ISS からは約 400km の高さから地球を観測することができ、日に約16回の日の出と日の入りを体験する。56天の川銀河の中心には多数の高速で移動する星々が存在しており、これらの星々の動きから中心に超大質量ブラックホールが存在することが強く示唆されている。57ネプチューンは太陽系の中で風が最も速い惑星であり、時速 2000km 以上に達する風が観測されている。これは音速を超える速度で地球上のどの風よりもはるかに速い。58ゾディアックライトとは
太陽光が太陽系内の塵に反射して生じる微弱な光で、主に太陽が地平線下に沈んだ後や日の出前に薄明かりとして見ることができる。59、地球から観測可能な最も明るい星はシリウスで、見かけの等級はマイナス 1.46 である。シリウスは大犬座の星としても知られ、夜空で非常に目立つ存在だ。60、宇宙ステーションの建設と維持は多国間の協力の結果であり、アメリカ、ロシア、日本、カナダ、欧州宇宙機関 ESA などが参加している。これにより異なる国々の技術と知識が統合され、国際的な宇宙探索の新時代を築いている。61、ウルフ・ライエ星は非常に熱くて明るい赤い星で、強力な恒星風を放出し、その結果として周囲の物質が吹き飛ばされる。これらの星は超新星爆発へと進化する前段階の星とされている。62、土星の輪は主に水氷から成り立っており、その幅は約28万 km にも及ぶが、厚さはわずか約10メートル程度である。この驚くべき構造は太陽系の中でも特に美しい光景の一つとされている。63、火星には巨大な断層系バリス・マリネリスが存在し、その長さは約 4000km、幅は最大で 200km、深さは最大で 7km にも及ぶ。これは地球のグランドキャニオンをはるかに上回る規模である。64、恒星の寿命はその質量に大きく依存し、質量が大きい星ほど寿命が短い。超大質量星は数百万年の寿命を持つのに対し、太陽のような星の寿命は約100億年である。65、クレーターの法則とは、衛星や惑星の表面に見られるクレーターの数が多いほど、その天体の表面が新しいものであることを示す法則だ。クレーターの数が少ない場合、地質活動や風化などによって古いクレーターが消されている可能性がある。66、ヨーロッパは木星の氷に覆われた衛星で、その下には広大な液体水の海が存在すると考えられている。この海は地球外生命体の存在の可能性を探るための主要な研究対象の一つである。67、太陽は約46億年前に誕生し、現在はその寿命の約半ばを過ぎている。太陽は最終的に赤色巨星へと進化し、その後白色矮星となる過程を経て、最終的には冷えて暗くなると予測されている。68、太陽系の中で最も小さな惑星は水星だが、太陽に最も近いにもかかわらず、夜間には極めて低温になることが知られている。これは水星に大気がほとんど存在しないため、日中の熱が保持されずに宇宙空間に放出されるためである。69、エクスモアは2021年にアラビア半島で発見された隕石で、約45億年前に形成されたと考えられており、太陽系の初期の条件を理解するのに貴重な手がかりとなった。70、バルカン星は19世紀に存在が提唱された想像上の惑星で、水星の軌道内に存在すると考えられていたが、アインシュタインの一般相対性理論によってそれは否定された。これは科学的理解が進化する過程で見られる興味深い例である。71、ベテルギウスはオリオン座の一部であり、赤色超巨星として知られている。この星は将来的に超新星爆発を起こすと予測されており、その時には地球から見ても昼間に見えるほどの明るさになる可能性がある。72、プラネタリーネビュラは太陽のような質量を持つ中間質量の星が赤色巨星段階を経て末期に放出するガスの殻である。この美しい現象は星の死後の進化の一部として観測される。73、トリトンは海王星の最大の衛星で、逆向きに公転している珍しい衛星である。この得意な軌道はトリトンがもともとは太陽系外から捕獲された天体である可能性を示唆している。74、光年とは光が真空中で1年間に進む距離を指し、約 9.46 兆 km である。この単位は天文学で非常に遠い天体間の距離を表すのに用いられる。75、宇宙の膨張速度を測定するために使用される赤方変異は、遠くの銀河が発する光が銀河が私たちから遠ざかるにつれて波長が伸びる現象を指す。この効果は宇宙の加速膨張の証拠の一つとされている。76、イゴル・カルベンソス星は宇宙で最も明るい恒星の一つである。質量は太陽の約30倍、明るさは太陽の約130万倍にもなる。77、オゾン層は地球を宇宙線から守る重要な役割を担っている。
地球の高度 1050km に位置するこの層は生命に有害な紫外線の大部分を吸収する。78クッパーベルトとは海王星の軌道の外側に位置する小惑星の帯である。この地帯には多くの氷体や小惑星が存在し、太陽系形成の初期の残骸とされる。79プレセペ星団は蟹座に位置する若い星団である。約6億年前に形成され、約1000個の星が含まれる。80宇宙スーツは宇宙空間での生存に不可欠である。この服は内部の圧力を一定に保ち、温度調節、酸素供給、二酸化炭素の除去を行う。81重力レンズ効果とは大質量の天体が別の光源の背後に位置するとき、その重力が光を曲げる現象だ。この効果を利用して通常では見えない遠方の天体を観測することができる。82バーナード星は太陽に次いで地球から2番目に近い単独の恒星である。距離は約6光年とされ、その固有運動は非常に大きい。83ケンタウルス・ザ・アルファ星系は地球から最も近い恒星系である。この30星系はプロキシマ・ケンタウリを含み約 4.24 光年の距離にある。84火星の極地には巨大な氷の帽子が存在する。これは主に二酸化炭素の氷と水の氷からなり、季節によって大きさが変化する。85スペクトル分類は星の光をスペクトルに分けてその特性を研究する方法だ。星の温度、化学組成、磁場などが明らかになる。86アルタイルはこと座の中で最も明るい星である。自転速度が非常に高いため赤道部分が膨らんでおり、完全な球形ではない。87天王星の軸傾斜は約98度でほぼ横に倒れている。このため天王星の季節変動は極端であり、一方の極が数十年にわたって太陽に向けられることがある。88太陽の活動周期は約11年で、この間に太陽黒点の数や太陽フレアの活動が周期的に増減する。この活動は地球の宇宙天気に大きな影響を与える。89ウルフ・ライエ星はその生涯の終わりに近づいている非常に質量の大きな星で、強い恒星風を放出する。これらの星の存在は星の進化の理解に重要な手がかりとなる。90メシエ天体は18世紀の天文学者シャルル・メシエによってカタログ化された天体で、彗星と間違えやすいぼんやりとした天体からなる。このカタログは今日でもアマチュア天文学者に広く利用されている。91チタニアは天王星の最も大きな衛星で、氷と岩石からなる。表面には峡谷や断崖が見られ、過去に地質活動があったことを示唆している。92ハイペリオンは土星の衛星で非常に不規則な形状をしている。その多孔質の表面はスポンジのように見え、衝突によるクレーターで覆われている。93天の川銀河とアンドロメダ銀河は約40億年後に衝突し合体すると予測されている。この大規模な銀河間の相互作用は新たな星形成の波を引き起こす可能性がある。94ニュートンの万有引力の法則により地球上で物体が落下するのと同様に天体も互いに引力で引き合っている。この法則は惑星の軌道を計算する基礎となっている。95天王星のリングは1977年に発見された比較的暗いリングで微細な塵からなる。これらのリングの発見は惑星の周囲の環境を理解する上で重要な進展だった。96デネブは白鳥座の最も明るい星で超巨大な白色超巨星である。非常に遠くに位置するにもかかわらず夜空で非常に明るく輝いて見える。97ハッブル宇宙望遠鏡による観測では宇宙の年齢が約138億年であると推定されている。これは宇宙の膨張率を測定することによって得られた結果だ。98エンケラドゥスは土星の衛星で地下海から噴出する水蒸気の柱が存在することが確認されている。これは地球外生命の存在を示唆する可能性がある証拠の一つとみなされている。99赤色矮星は宇宙で最も一般的な星のタイプであり、その寿命は数千億年に及ぶと推定されている。これは非常にゆっくりと核融合を行うためだ。100ボイジャー探査機は太陽系外へと向かう際にゴールデンレコードを搭載しており、地球の文化や生命の多様性を示す音声や画像が記録されている。これは地球外の知的生命体に対するメッセージとして設計された。
いかがでしたか？今回は宇宙のちょっとした豆知識をお届けしました。宇宙に関する調査は日々進んでいますので、今後もたくさんの宇宙に関する発見があるでしょう。これからも面白い宇宙の話を紹介していきますので、高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼します。